こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。こんにちはだぜゆっくりマリサだぜ。今日は、77なんと、GSI クレオスの熊本城だよ。スケールは144で、お城プラモとしては最大級だぜ。また、内部構造も再現されているのが特徴だよ。いつ完成するかわからないので、6回から10回くらいに分けてお送りするんだぜ。では、開封してみよう。箱もでっかいし、部品もでかいな。右にあるのは20センチの定規だよ。やば。屋根とか今までの模型とはわけが違うんだぜ。ランナーも小袋に入っていて、小袋にはランナーの番号が振ってあるね。組み立て説明書とカラーガイドがあるんだな。組み立て説明書は全部で94ページもあるよ。おいおい、本当に大丈夫なのか？気の向くままにだけど、頑張って完成させたいよ。品物届いた時はテンション上がったからな。ご覧いただいているのはカラーガイドの全ページだよ。組み立て説明書では、大天守の最上階から築城することになっているみたいだな。でもモチベーションを維持するためにも下から積み上げていくように築城していくよ。綺麗に塗装できるかは心配だが、高い買い物だから、やりきるんだぜ。画像では大小天守の内部再現が出ているね。塗装もかなり細かく指し示されているよ。組み立て説明書の方にも逐一塗装指示があるな。クレオスの純正のミスターカラー、白もなんとか入手できたよ。成型色も、この塗料で成型されているから、塗装に自信のないウプ主には、必須だな。塗装不足でも目立たないしね。ただ、動画制作時点では外壁の色の CK5 がまだ入手できていなかったぜ。あとは、ガンダムマーカーなんかも使うんだね。ああ、黒は石垣の墨入れ代わりだ。緑は畳の縁用だぜ。石垣も大きいね。視界は土間になっていたそうなので、まずはテクスチャーをつけたぜ。テクスチャーペイントを使用してみたよ。そこにダークアースで上塗りしたぜ。手持ちの塗料で賄えるところは使わないとね。テクスチャーつけたが、これで良かったのかはわからないんだぜ。プラモは自由だの言葉に何度励まされてきたことかね。石垣の塗装に入る前にマスキングしたぜ。後で、わかるんだけどもこの模型はとにかくマスキング塗装の繰り返しなんだよね。下地には黒を吹いて黒立ち上げなんてやってみたぜ。ムラが出てそれなりにできたんじゃないかな。エアブラシではかなり薄めてやってみたぜ。上手な人は何とも言えない陰影ができるよね。ウプ主も見よう見まねだからな。マスキング剥がしてみたら、それらしくなってきたかな。ここからは石垣一つ一つをちまちま塗装するんだぜ。とりあえず、手持ちのアクリルガッシュで塗り分けていってみたよ。ほんとなら溝もユーターでホジホジしたら、もっとリアリティ出せたかもしれないんだぜ。溝はガンダムマーカーの筆タイプでなぞったよ。説明書にもそう書いてあったからな。模型っぽい塗装でも大きいから、よしとしているよ。ドライブラシの代わりにウェザリングマスターを使用したんだな。手軽だからね。ちなみに小天守側の土間に一部グレーのところがあるが、あれは、当時あったと伝えられるかまどを再現されているんだぜ。さらに、小天守側には井戸も再現されているしね。知っての通り、熊本城は防御機能に優れていて、城内に井戸がたくさんあったんだぜ。こちらは、大天守側の機械だね。こっちは小天守側の梁や柱だ。似たような部品が多いから、一回組み間違えてしまったよ。仮組みしてから塗装だな。パーツの環合も大きい割には、よくできているよ。前後など、付け間違いのできるだけないようにうまく設計されているんだぜ。そもそも成型色だけでも、すぐにできるキットになっていると思うよ。礎石や柱、梁も塗装したな。柱や梁は組み立ててから塗装したので、塗りムラが実はあるんだけどね。このシリーズはクレオスの新刊って言うんだが、発売されたのは熊本城のみだ。ぜひ、他のお城も発売してほしいよね。今度は付け櫓と城門の塗装だぜ。正直、マスキングを一部省いたら、はみ出た下地が透けてしまったよ。
マスキングもちょっと失敗しているな。エアブラシも薄めすぎてしまって、何度もリタッチしたよ。そこはご愛嬌ということで、お許し願いたいんだぜ。なんとか機械は完了しそうだよ。中途半端ですが、今回はここまでなんだぜ。引き続きエピソード2が上がるのを願っているよ。じゃあ、